名著カルテジアとカンタレラの話まとめ。こんにちは、コバトーンです。名著の最新ストーリー良かったですよね。ただ感動はしたけど結局よく分かってないみたいなコメントをいただいたので、分かりやすいように時系列整理してみたいと思います。ネタバレ注意。今回は名著バージョン 2.2 超責任務、聖なるもの、逆らうもの、死を告げるもののネタバレを含みます。大丈夫な人は進んでくださいね。では行ってみましょう。簡単に整理。まだまだ不明なところが多いのではっきりしたことは言えないんですが、今のところ作中で触れられているニュアンスをざっくりとまとめておきましょう。まず祭主、ざっくり捉えるなら土地を守護している神様ですね。今のところ登場しているのは核とインペラトルの2体。次に名式、文明の敵です。文明がある限り消滅しない存在で、祭主と同じかそれ以上の力がある可能性もあります。簡単に捉えるなら悪いやつと今のところ思っておけばいいでしょう。そして共鳴者。共鳴者は祭主や名式と共鳴することで祭主や名式に力を与えることができる存在。結構レアなので誰でもなれるわけじゃない感じで、我らが漂白者。かなり昔から活動していたようで、核やインペラトルと面識がありますが、本人は記憶を消してあるためよくわからない状態。とにかく人たらしでモテモテな存在です。時系列整理。事の始まりは漂白者が祭主インペラトルへ名式の調査を依頼したことから始まります。そこでインペラトルはリスキーな手段ですが、名式に侵食されながらも相手のことを知る方法を取ります。インペラトルは分断の能力を持っていて、名式であるレビアタンは融合の能力を持っています。なのでレビアタンに融合されながらも相手を知ろうとしたんですね。しかし思いのほかレビアタンの力は強く、インペラトルは劣勢に追い込まれます。徐々にレビアタンに知識を奪われていくインペラトル。ところがそこで一つだけ情報をごまかしてレビアタンに渡します。一つの存在に対して共鳴者は一人である。この点をぼかしたわけですね。このルールは絶対に守らないといけないものではなく、破ることもできます。しかし原則のようなもので、破っていると力を徐々に失ってしまうみたいなんですね。この情報を知らずに自分の共鳴者を生み出そうとしたレビアタンはフルールドリスを作り出します。しかしこの時点でレビアタンとインペラトルは融合しているため、フルールドリスは2つの存在に同時に共鳴する存在になりました。なのでインペラトルの目論見ではレビアタンの力がそげるだろうと思っていたのです。ところがレビアタンが強かったため、インペラトルは肉体が消滅してしまいます。そうなったレビアタンは自分に近い存在であるフルールドリスに同化しようとしました。想定外だったのはフルールドリスは気高い精神を持っていたことです。人類のために戦う意志を持っていました。なのでフルールドリスはインペラトルの分断の能力を使い、自分を分割することで不完全な状態にしてレビアタンに完全に乗っ取られることを避けます。この際に記憶をその能力の器としたのですが、それが剣と台座になっているわけですね。その3本の剣がティルフォング、フルングリエ、オートクレアです。ティルフォングには祭主インペラトルの力をメインに融合してしまったレビアタンの力が少し混ざった状態で封印されています。フルングリエには名式レビアタンの力をメインに融合しているインペラトルの力が封じられています。そして最後のフルールドリスとしての側面をオートクレアに封印しました。実はフルールドリスはレビアタンによって作られた際、完全性と純真性の2つの側面を与えて作られているのですが、その完全性の全てと純真性の一部を切り離すことで完全な侵食に対抗しようとしていたんですね。完全性はインペラトルの影響を強く受けた部分で、純真性はレビアタンの影響が強い部分です。こうして3つの力は封印され、記憶と力を失った存在が残されます。それがカルテジアです。カルテジアは切り離された完全性と少しの純真性を持っています。言い換えると祭主インペラトルの影響を色濃く受けた部分が強い性質を備えている状態ですね。こういった流れで3本の剣と記憶、カルテジア、さらに自身がレビアタンの影響で発生させてしまった黒潮をアビノレームに封印し、重力反転を使ってリナシータに影響が出ないようにしました。カルテジアは本能的に近しい存在の漂白者を見つけ、この封印を逆に解いてもう一度完全に一つになったフルールドリスレビアタン入りを倒すために行動するだろう。これがフルールドリスの反撃計画だったんですね。時は経ち、祭主インペラトルの力がメインで封印されているティルフォングはフィサリアファミリーの手に渡ります。この剣を使って共鳴者を探すフィサリアでしたが、ついに共鳴者が現れます。それがカンタレラです。カンタレラは二次共鳴を果たしますが、なんとその力を全て祭主に変換してしまいます。そうして一時的に力を取り戻した祭主インペラトルは漂白者へメッセージを伝え、今回の計画が動き出したというわけですね。作中では台座に剣を戻すたびにカルテジアへ記憶が戻り、能力も変換されていました。同時に共鳴者でもあるカンタレラ、似た能力を持つ漂白者もその影響を受けていましたね。
そして最終的に記憶は一つとなり、能力も一つとなり、完全体となったフルールドリスとレビアタンを相手に戦うことになります。さらに役目を果たし抜け殻になりかけていたカルテジアですが、もう一度インペラトルの力を得て立ち上がることになりました。そのきっかけがまたもやカンタレラでしたね。カンタレラはティルフォングの共鳴試練に関わってきたフィタリアの子供たちの記憶や、それに含まれるインペラトルの力の一部がアビノレームに漂っていることを察知し、それをティルフォングを媒介にしてかき集めることをしてくれていたのです。そしてもともとインペラトルの成分が多めなカルテジアにティルフォングが渡ることで、インペラトルの力が一時的に復活することになりました。そして最終的にその力は漂白者の中で一つになり、覚醒してラストバトルって流れでしたね。この際、一度カルテジアは消滅してしまうのですが、レビアタンの力の大半を持っているフルールドリスが倒されることで体がカルテジアに変化します。そしてわずかに残った漂白者の中のカルテジアの周波数をもう一度体に戻すことでカルテジアとして復活したわけです。そしてその手助けのためにインペラトルは最後の力を使って消えてしまったと。まとめ。はい、どうだったでしょう。プレイしながらだと情報が断片的で分かりにくい部分もありますが、把握しやすくなっていたのではないでしょうか。いい物語だったので、より理解できる手助けになれていると幸いです。それでは今回の情報もあなたが名著を楽しむための一助として参考まで。